こんにちは、グスタフです。今日は質問からスタートしたいと思います。皆さんは楽器を学ぶ目的とは何だと思いますか？僕はこう考えています。それは音楽のメッセージを体験し感じることです。では、その音楽のメッセージはいつ生まれるのでしょうか？僕の答えはこうです。少なくとももう一つの音との関係性が生じた時です。チェロを一人で演奏していると、時折その音楽のメッセージを完全な形で感じるためには限界があります。チェロは和声楽器ではなく旋律楽器だからですね。例えば、バッハの無伴奏チェロ組曲やピアティの無伴奏カプリースのようなソロ作品を除けば、チェロのパートだけを演奏しても音楽は未完成のままですね。ピアノの声部が加わるだけでも状況は大きく変わります。突然、音の下にハーモニーが生まれます。それはまるでメロディが土壌から栄養を吸収して初めて豊かに育つようなものです。ぜひ覚えておいてください。一つの音は少なくとももう一つの音との関係によって初めて意味を持ちます。これはハーモニーだけでなく、リズムにも当てはまることですね。ヨーロッパの音楽はハーモニーに基づいています。クラシック音楽を学ぶ以上、この概念にはぜひ慣れておく必要があります。今日は例として、そしてハーモニーは最終的な演奏にどんな影響があるかを見せるためにも、カミーユ・サン・サンスの白鳥のハーモニーを一緒に分析してみたいと思います。ですが、その前に西洋の和声システムについて簡単に整理します。音階を弾くと、そこには7つの段階があります。今から一度弾いてみます。それぞれの段階は3和音で構成されていて、それによってハーモニーが生まれます。それぞれのハーモニーがどのように違って聞こえるか意識してみてください。長調、短調、緊張感のある響き、落ち着いた響き、希望的、絶望的など様々な性格があります。これで西洋の和声システムがどのように機能するか、そしてそれぞれの段階がどんなキャラクターを持っているか、大まかにイメージできたと思います。それでは白鳥のハーモニーを一緒に分析していきますけれど、ここで皆さんへのすごく大事なメッセージがあります。ハーモニーの分析の目標は和声楽を学ぶことでも、それぞれの和音の名前を暗譜することでもありません。目標はただ一つです。それはこれらのハーモニーがどのように感じられるかを耳で聞き取る感性を養うことです。音楽理論を使って和音に名前をつけることで、目で見てそれぞれの違いを区別しやすくはなりますが、実はそれ自体はそれほど重要ではありません。もう一度繰り返しますが、一番大切なのは皆さんがハーモニーを感じてみることです。これから僕がピアノでハーモニーを和音としてまとめて弾きながら iPad に和音の名前を書き取ることを見せます。ぜひリラックスして
純粋にその響きを楽しんでみてほしいです。目を閉じてハーモニーに身を委ねてみるのもおすすめです。次に大切なのは、練習の中でこれらのハーモニーを実際に聞いて感じることです。そのための方法はいくつかありますが、今日は一つに絞って紹介します。それは録音と一緒に演奏する、いわゆるプレイアロングです。ただし、通常の録音にはすでにチェロのパートが含まれているため、チェロが2つ重なると不自然に聞こえてしまいます。そこでチェロの音を取り除くことができる専用のアプリがあります。そういうアプリのためのおすすめはトムプレイです。これからこのアプリを使っての練習仕方を紹介したいと思います。毎日チェロを練習することはとても素晴らしいことですし、きっと楽しいと思います。でも、誰かと一緒に演奏したいとか、今練習している曲を完全な形で体験してみたいと思うこともあると思います。トムプレイというアプリを使うと、家から出たり他の演奏者を探したりする必要はなくなります。必要なのはデバイスだけです。スマートフォンやパソコンでも使えますが、楽譜も同時に見られるという点で iPad のようなタブレットがおすすめです。それではトムプレイのアプリを開いて曲を選んでみましょう。ここではジャンルやレベル別、曲の長さやテンポで検索することができますし、上の検索バーから作曲家名や曲名で直接探すこともできます。今回はサン・サーンスの白鳥を弾いてみたいと思います。白鳥と検索するとありました。開いてみましょう。楽譜もとても見やすいですね。テンポはここで調整できます。チェロのパートを聞こえなくするには、オーディオトラックをタップして音量を下げます。さらに楽譜に書き込みをすることもでき、ボーイングや指使いを記入することができます。プル仕様の記号も豊富に用意されています。繰り返しができる練習機能もあります。ここをタップして繰り返して練習したい部分を選択します。録音・録画機能を使って自分の演奏を聞き返すことができ、多くのことを学ぶことができます。録音機能を使うと、このようにレビューできます。自分の録音を聞きながら改善したい点を書き留めることもできます。
設定のボタンを押したら、楽譜を印刷するオプションもあります。出だしカウント数を変えると、出だしカウントの小節数を短く長くすることができます。スピーカーやイヤホンをつないで弾いたら、表示されているカーソルと実際に鳴る音のズレの調整の必要があるかもしれませんけれど、その調整もとても楽にできます。もし不安なところがあれば、ここにある機能の説明のボタンを押して情報を得ることもできます。通常だと、まず曲を聴きますが、このビデオではメロディだけで弾く時の感覚と、その後伴奏を加えると変わってくる感覚をお伝えしたいと思いますので、先に伴奏なしで少し弾いてみましょう。それでは、ピアノ伴奏と一緒に演奏してみましょう。ここでチェロのパートをオフにします。伴奏はスピーカーでもヘッドホンでも再生できます。スピーカーの場合は、チェロの音に負けないように音量を上げてください。ヘッドホンを使う場合は、片耳、右耳だけを使うことをお勧めします。自分の音も同時に聞くことが大切ですからね。準備ができたら始めましょう。一人でもハーモニーを加えた練習がとても楽しかったです。音楽において音と音の関係、つまりハーモニーはとても大事です。一つの音は他の音との関係によって初めて意味を持ちます。このハーモニーをしっかり聴いて感じながら演奏することで音楽はより深く立体的になります。ぜひ日々の練習の中でハーモニーの中で弾く感覚を意識してみてくださいね。それをより簡単で楽しく行うためにはトムプレイをおすすめします。ぜひ使ってみてくださいね。14日間のトライアルもありますが、ビデオ概要欄のリンクからトムプレイへ飛んで登録していただくと、グスチェロ講座のチャンネルのサポートにもつながりますので、よろしくお願いします。使ってみた感想もぜひコメント欄で教えてください。もちろん質問などもお待ちしております。それでは毎日チェロと音楽を楽しんでいてくださいね。ではまた今度。